今から14年ほど前、地元 S 県にて俺の身に起こった話。まずもって先に言っておくが俺は神仏への信仰心は皆無だ。俺の通っていた高校はとある有名な仏教高校で高尚な寺と密接関係にあったが、そこの住職どもは高級な車を乗り回して派手な生活を送ってたからな。所詮は金儲けのツールなんだってことをガキの頃から思ってたんだな。困ったら神頼みで自分で行動しようとしない敬虔な信者様たちにもヘドが出ちゃうしな。その考えは今でも変わらない。変えたくはないが、あの時俺の身に起きたことがたまたまなのか、何かの因果が働いてのことだかはわからない。判断はお前らに任せる。前置きが長くなってすまん。早速本題に入ろう。あれは俺が高校2年の時だから西暦2000年だな。平成12年。登場人物は俺と同い年のいとこ。俺たちは電車で一駅離れたところに住んでいて同じ高校に通っていたんだ。よく泊まりに行ったりして遊んでいたっけな。こっからの話は今となっちゃ証拠がねえから信じる信じないはお前らに任せるが、まあ聞いてくれ。夏休みのある日の夜、時間は深夜0時頃だな。俺はスーファミでライブアライブをやっててな。SF 編のベヒーモスで心臓バクバクしてたら急に携帯が鳴ったんで軽口びったね。こんな時間に電話してくんなよ。なんかあったんかこの日魔人が。俺は電話越しのいとこに今の状況を伝えたよ。今時スーファミなんかやってるのお前ぐらいやで。どうでもいいけどやばいことになった。今すぐ俺の家に来てくれ。頼む。いやいや、完全に無理だと思ったね。チャリで行くのに1時間はかかるし、夜中の国道沿いは暴走族がいてカツアゲ必死だし、何よりもう寝みてえしだるい。悪い、もう眠てえし明日朝からバイトなんだわ。俺のいとこは本当にいいやつでこんな見え見えの嘘でも普段なら信じてくれる。でも今回は明らかに様子が違ったんだな。今からタクシー会社に電話してお前の家の前の郵便局に向かわせる。もちろん金は俺が出す。あとバイトも休んでくれ。金は出す。ドケチで経済感覚のしっかりしたいとこの思わぬ発言に、なんかやばいことが起こったと思ったね。風俗街のチンピラと揉めたか？ヤンキーに目つけられたか？何があった？行かないはそれを聞いてからだわ。この前俺の部屋でお前の写真撮ったやろ？変やねん。変なもん写ってるねん。怖すぎて寝れへん。はよ来てくれ。こいつが俺に泣き言を抜かすなんてそうそうないことだ。幽霊的な何かが映ってるとでも？幽霊は映ってないよ。は？どういうこと？お前の右腕がめっさ太い。黒い。お前の腕じゃないってこれ。俺はそれ聞いて爆笑したね。それ影とかちゃうのん？お前がピースしてたの俺の部屋の南側の窓やぞ。これがどういう意味かわかるか？背筋がゾッとした。普段気にも留めていなかったんだが、いとこの家の南側にとある寺が建っている。そしていとこの部屋は2階にありちょうど寺の中にある墓地が見えるんだ。その写真撮ったの夜やったっけ？おう。お前のバッグの窓は真っ暗やで。てか影とかそういうレベルじゃない。太すぎ。黒すぎ。今すぐ行くわ。俺はしばらくしていとこが手配したタクシーに乗り込んだ。ずっと背筋に予感を感じてはいたが、仏教高校の生徒手帳を持っていき、そこに書いてある般若心経を心の中で唱え続けて気を紛らわした。家に着き早速部屋に向かうと、いとこも生徒手帳をガン見して般若心経をブツブツ唱えてて爆笑したね。それを見ていとこが激高したけど、俺がポケットから生徒手帳を出してみせると奴も爆笑してくれた。さすがに血が繋がってるだけはある。俺は早速本題を切り出した。で、写真は？これ。そこにはインスタントカメラに向かって右肘を90度に曲げてピースをしている俺がいた。そしていとこの言う通り、肘から手首までの部分が肩から肘までより太い。そして深い紫かかったように黒い。何これ、この写真ありえへんくない？何？俺も見た瞬間凍りついたわ。なあ、これ根が確認した？それやねん、そこ確認したかったんやけど怖すぎて一人じゃ無理でな。机の上のジャンプの下にあるわ。俺はジャンプを投げ捨てネガを見た瞬間手がガタガタ震えたね。なんか俺の腕を白い手が掴んでんの。現像した写真じゃ黒くて太いだけ。ネガだとそれプラス白い手が掴んでる。それ見て二人で震えたね。震えまくったね。
俺は写真の中で腕バグってるし、いとこは自分の部屋で撮った写真がバグってるんだもの。お互い他人事じゃねえからな。結局朝までプレステの止まらんなーっていう知る人ぞ知る名作を朝までプレイして一睡もできなかったね。俺が操作をミスるたびにいとこが俺の右腕見てきやがるから、俺もムカついて負けじと南側の窓ガン見してやったね。そんなこんなで険悪なムードの中朝の6時半ぐらいかな。いとこの母。まあ俺のおばが部屋に入ってきたんだよ。そっからはテンプレ展開でさ。夏休みの宿題はやったのかだとか、俺の親には言ってここに来たのだとか。そしたらいとこが早速切り出したんだ。この写真とネガ見て、あの寺なんか曰くつき？そっからおばから聞いた話を要約するとだね。1、俺たちの生まれ育った町は、その昔織田信長に焼き討ちされて多くの人が無念のうちに亡くなったこと。2、九段の寺は焼き討ちは免れたものの、寺の名前が少女が亡者を迎えに行くという意であること。以上2点からの推論として、夏のお盆時期でこの地に成仏できない霊がこの寺に集まってきており、間抜けな顔した俺のピースポーズに激高して霊がちょっかい出してきたんじゃないとのことだった。おばは随分軽く言ってくれるがこちとらシャレにならない。笑い事じゃないと憤ると、今から寺に行ってお祓いしてこいとのことだったので、おばの作ってくれた朝食を喉に流し込みいとこと二人でその九段の寺に訪れた。その寺には俺たちの祖父の墓もあったので墓参りがてら住職に話をしてみたんだな。そしたら開口一番こういうわけ。これはまた悪い奴に捕まったな。このままやと持ってかれるでえ？何持ってかれますの？命的なもんですか？いや、腕や腕。見たまんまやな。ネガに映ってる白い手。これお兄さんの腕欲しい言うてますわ。なんとかなりませんか？お祓いとかお願いしたいんですけど。なんとかしてあげたいんですけどこの時期はうちでは払えませんのやわ。逆に迎え入れなあかんもんですから。とはいえこのままではお兄さんが危ないな。ちょっとそこで待っててな。俺は体中の汗が冷たくなってくのを感じてたね。だって目の前の坊さんが何の迷いもなく俺の腕持っていかれるとか言うんだもの。こういうのって当事者になると何の根拠がなくても死ぬほど震え上がるもんだと痛感したよ。で坊さんが帰ってきたんだけどどっかに電話してたみたいでさ。兄さん今日暇？話つけといたさかい時間あるなら話聞いてもらえ。お祓いしてくれるかどうかはそれからやと思うけど。暇です。今すぐ行きます。どこに行けばいいんですか？マルスさんやで。場所わかるやろ？マルスさんとは〇〇神社の略称であり、俺たちの通う高校の目と鼻の先にある馴染みある場所だ。かつては織田信長の焼き討ちにより怪人と着せられたが、秀吉によって熱心に復興されたとかなんとか。鬼門よけ、災難よけで有名な由緒ある神社だと住職から伺った。俺はいとこのチャリの後ろに乗った。いとこは夏のクソ暑い中一睡もしていないのに、立ちこぎで急な登り坂をぐんぐん飛ばし神社に向かってくれた。境内に入りいろんな人に事の顛末を話し、住職から連絡を受けた方と打ち合うことができた。その方に写真とネガを見せた後、返ってきた言葉はなんとも残酷なものだったね。この方は A さんとしようか。お祓いはさせていただきます。しかしこれはちょいとばかり立ちが悪い。さらにこの土地のこの時期。そして水辺が近しい位置関係。タイミングが悪い。俺は A さんの弱気な発言にかなり戸惑ったね。つまりどういうことでしょう？一応お祓いはしてみるけど的な？そうですね。払えることは極めて難しいでしょう。ニュアンスとしては抑え込むってことになるかな。極論言うと何らかの薬剤は避けられない。けど事象を最小限に抑える施しはできるかと。そこをなんとかなりませんか？普段から俺は無宗派、無信仰だと公言していたがこの時は何かにすがりたい一心だったね。しかし A さんの口からは俺の求める救いの言葉は出てこないんだな。この土地を離れるのが一番でしょう。しかしあなたまだ学生さんでしょう？ならば卒業まで極力湖に近づかないこと。高校出たら県外に出ることをお勧めします。この白い手は湖から来てますので。いやいやいやちょっと待って A さん。俺の地元はバカでかい湖があるんだって。無理だって。心の底からそう思ったね。てかここまで言うと俺の地元特定余裕だな。その後、写真、ネガお祓いの儀式と一緒に焼却処分していただき俺たちは帰路に着いた。
まあそれが8月の頭ぐらいの話でさ、それからは平々凡々とした日々を送っていて、お盆も無事過ぎた頃にはもうそんなこと頭の中からどっか行っちゃっててさ。たかだか2週間ぐらいで忘れちまうなんて。ほんとバカだよな。てかちょっと長くなりすぎたな。結論から先書くけど8月後半。俺の右腕。いや正確には右肘から手首までの間だな。もう見事なまでにぐっちゃぐちゃ。針金8本ぶっ刺す大手術。手術台の上で見た俺の腕がさ、あの写真と同じぐらい太く腫れ上がってて青黒くて泣けてきたね。まあここから先は暇なやつだけ読んでくれ。お盆あたりから変な夢見るようになったんだ。女の笑い声がキャッキャ聞こえるのよ。悲鳴のような甲高い笑い声。で金縛りで体動かねえんだけどさ、ジェットコースター乗ると恐怖で胸がすくむ感覚あるやん。あの感じ。ジェットコースター乗ってるような感覚で女の笑い声。でも起きると忘れてるのよ。でまた寝ると同じ夢。夢の中で初めてわかるんだわ。あ、またか。って。そんでさ、8月後半のある日にさ、ちょうど連れと用事があって湖の近くの大きい道路を借り物の原付きで走ってたんだわ。そしたら突然よ。たかだか時速40キロぐらいなのに、あのジェットコースターに乗ってるような感覚が突然襲ってきたと思ったら、女の笑い声が爆音で頭の中に響くのよ。キャッキャうるせえったらあやしねえ。この時初めて夢で見ていたことを現実で認識したんだわ。そんでもって今俺が湖の近くに来てしまっていること。これから何かヤバいことが起きること。いろんな思考が一瞬のうちに頭の中で渦巻いてさ。A さんの顔が浮かんでものすごく後悔したね。そんでもって俺の出した結論はバイクのブレーキを握って停車することだったんだけどさ。俺は車の左を並走してて後ろに単車がいたから止まれねえんだなこれが。ああ。しかし女の笑い声うっせえな怖えな畜生なんて思ってたら、突然その時が来たのよ。つって。ヘルメットの固定具が急に外れてさ、ヘルメットを頭じゃなくて顔で被ってる状態。もう視界ゼロ。頭の中でレッドシグナル全開。とっさに左手でヘルメットを取ろうとした時には時すでに押しなわけさ。気づいたら俺は血まみれでバス停の前に転がっててさ。大量に出血すると目の前に砂嵐がかかって視界がぼやけるんだな。でもって右腕に関節が一つ増えてて、まだジェットコースターの感覚と女の笑い声が止まんねえの。そこで気失って気づいたら家だったよ。手術は明日の朝一だとさ。痛くて眠れねえよなんて思ったけど、その日からジェットコースターと女の笑い声が止まってくれて思いのほか爆睡できたっけな。後日連れから聞いた話だと。あの日俺が連れの後ろ走ってたんだけど、連れとは結構車間距離空けて走ってたんだ。連れの斜め前に赤い軽自動車が走ってたらしいんだが、急にウインカーも出さずに左手のバス停、停留所、ちょっとした凹み、に入っていったんだと。連れも軽自動車に突っ込むと思って急ブレーキしたら、間一髪で止まれてホッとしてたら俺がノーブレーキで連れの原付に突っ込んだらしいわ。そんで血まみれ。あん時の住職さんが言った通り見事に右腕持っていかれましたって話。いろんなことがあったんだけど、この事故がたまたまなのかあの写真に起因することなのか俺にはわからない。後日談としては、いとこはそれ以降部屋にカーテンを買って夜は窓を見ないようにしてたらしい。俺は1年以上に及ぶリハビリを経て右腕を無事取り戻すことができた。もしあの時お祓いに行ってなければ腕がちぎれていたかもしれないと思うとゾッとする。あとこの話ほぼフェイク入れてないので、俺のこと特定できる人余裕でいると思うけどそっとしといてね。